刑務所でははい。入る瞬間に身体検査あります。本撃すぐしねえじゃん。今しないっすね。塀の中が取れない命令じゃないですか。あれ見てるあれ以上にスパナがあって、こうやって、簡単戻りとかってやつらしいんですけど、全部肛門まで見せるみたいなやつ。肛門は見せましたよ。なんか見せました。見せるんか見せます。見せます。こう全部広げて、下出してっていうようなやつはしないです。パン1がスパナがですね、最初パンツ1枚だって、はい、じゃあパンツ脱いでって言われて、そのまま全部チェックされて、前向いて後ろ向いてってやって、じゃあ、はい、竿を上げてって言われるんですよ。竿を上げて、竿の裏に何も入ってない。玉入れしてない、玉入れってチンコにシリコンとか、信じて出るように。なんであれ入れてダメな逆に聞くと。いや、ダメなことはないですよ。入ってって聞かないから。玉入れ、じゃあ玉上げてって言ったら玉の裏に見せて、今度後ろ向いて、じゃあ、肛門見せてって言われて、鉄自分で手で広げて、肛門見せて、はい、終わりって言われて。女の子な。女は違うんじゃないですか。わかんないですけど。だってそれ、なんだっけ、刑務所だけと、留置所とか拘置所でもすんなの？留置所しないです。じゃあ拘置所はするんだ。拘置所に行くときはまだそれはしないです。単1で身体検査です。でもやっぱなんかさ、持ち込むやついるんだよね。そうそう。ケツのにシャツとか卵の入れてくるやついるらしいんで。だってタバコ仮に入れてきたとしたって、いいくて2回分ぐらいだよね。いいくて2回分。まあ、なんか、薬とかだったら、もしかしたら、何グラムっていうレベルで入るかもしれないけど、タバコ10日分とか入れてきたらもう変態だよ。だからたまにデブの人で、鼻の皮とか余ってる人は、なんか手術して、なんかポケットみたいな作って入れてくる人もいるらしいですけど、まあ、カングルーみたいな感じにして。ライターどうすんだって話なんですよ。ライター作れるんですよ。よくやるのが、唯一の電化製品って電気カミソリ。電気カミソリを、なんか、俺電気詳しくないんで、わかんないですけど、それを改造して、電熱線みたいな感じにして、火つけるって言ってましたね。タバコさ？だってこれ、監獄の中でタバコと火つけたら即バレちゃう。バレます。なんでそこまでしてリスクを犯すんや、そいつら。もうなんか、あれだよね、ゲームで言ったらなんか、ハードモードみたいなので楽しんでるだけで。ここまでスリル味わうなっていう。今、相当数本のタバコを吸うための、リスクじゃないよね。たまにいるんですよ。なんか電池減るの早くて、電気カミソリってなんでですか？いや、俺、ライター作ろうとしたからかなとか言うやついるんですよ。だって、何すんや、そこの時点でもうすでにタバコ使い切ってるよにゃ。もし仮に持ち込んだとしたら。何のために火つけんの？もし、あれが、煙さえ出れば、もうタバコじゃなくてもいいわけだ。だから、話聞くんですけど、タバコ、ヤギどうすんのって聞くと、なんかバナナの皮の方で作るのが、なんか、いろいろ聞くんですよね。なんか、乾かしや。そういう知識があるらしいです。なんかこう、伝統的な。もうあれが、ニコチンなんか入ってなくても、煙さえ吸えればいいの。気分ですよ。もう、なんか吸ってる気分味わえるだけでいいっていうために、この、何やじゃあ、リターンさ見合わねえリスクを犯すわけだ、それだろ。だからこそ入ってるわけだから、そもそも。だから、ヒゲ剃りは別に T 字カミソリが電気カミソリなんですけど、俺最初入ってた、もう消してる基本的には T 字カミソリは、従業者一人に必ず採用されるんですけど、電気カミソリは、自分金ある場合は、電紙の方いい人は電紙が、自分の金で買えるんですよ。で、わざわざそれするために電紙買う人も。捕まって、長さ入る前に準備期間ってねえじゃん、基本。準備期間あれば、最初にそういう話聞いたりなんだりしてくるけど、いきなり捕まるわけだじゃん、基本的には。なんでその準備してんだ、こいつら。なんか、あんなかな？なんなんですかね。出所してきた人とからいろんな話聞いてんだから。だよね、周りさんいけるってことだよね、多分。でも、結局、知り合いで何回もパクられるようなやつは、っていう人は結構いますから。でもあれですよ、そういう刑務所をいかに楽しく過ごすかみたいな情報を持ってるやついっぱいいますよ。初めて刑務所来るって。まあこれは、後々が刑務所暮らしで喋るんですけど、刑務所でも、初犯の刑務所、通称
通所っていうかもう、A 級刑務所って初犯、初めて刑務所入る人が刑務所なんですけど、B、累犯、もしくは現役の暴力団とか入っていて、はいはい。いろいろ刑務所の種類あるんですけど、それで入ってくる奴らが、結局、なんだかんだ言っても、いや、俺ら初犯だったんですけど、実際、要は登録されてないヤクザ、自称ヤクザみたいなやつですね。野良ヤクザみたいな。野良ヤクザとか、あえて、まあ、一般人と同じ生活をするために、警視庁とか警察庁に、現役の暴力団として登録されてないやついるじゃないですか。まあ、自称。そもそもなんで登録するんだかわかんないけど。ですよね。自分から進んで登録するってこと？あれ、向こうでリストアップしてやってるんじゃないですか？だって警察からさ対してなんで自分が不利になるようにわざわざ登録するんだよって。なんか登録するとできること増えんだって言ったら逆に減る方でも、正よね。それヤクザだったんで登録お願いしますって。ですよ。だから多分ヤクザ組織のなんかの情報を警察が勝手にまとめて勝手に警察側でリスト化してるだけだよね。なんで、実際、どう見てもお前仇じゃねえだろっていうやついっぱいいるんで。で、そういうやつは、やっぱ周りに、受刑者とか、刑務所上がりとか、大量にいるんで、そういうやつが情報入ってくるみたいですけど。そういうことだ。おめが仲良くなった奴らも、そういう奴らが情報入ってきてる。そうそう。もう、入れ墨の入り方がもう、おしゃれじゃないっていうやつ結構いますから。刑務所の中で言ったらやっぱり入れ墨系多い。まあ、リスト化して喋んねえのよ。後でわかんなくなってや。まあいいや。実際俺のイメージだと、結構少ないんだなと思いました。なんだ。半分ぐらいですかね。だから、基本的に A の刑務所なんで、暴力団はいないっていう。はいはいはい。じゃあもし、その暴力団系の B の刑務所だけど、はい。さあ行ったら、めっちゃいるんじゃないですか。めっちゃ入れ墨出るよね。ですよね。でも入れ墨だって、和彫りも入れれば、なんかこの、いわゆるタトゥー。ハートさ、矢刺さってるみたいな。そういう人もいましたよ。そっちはだって大したことないじゃん。足首さ、こうなんかぐるっとなんか輪っかみたいな書いてるやつが。太陽のマークみたいなやつが、それで結構おしゃれで。おしゃれなやつね。デザイン入れ墨とか知らんですけど。でもそいつだって本気怖くないじゃん。そうですね。基本怖いやつはあれだよね。なんか仏様とか掘ってるやつ怖いよね。よく、ってやつ。みたいな。ほんって仏様掘ってるやつが、何やつや。弁天とか掘ってるやつの方が怖いよね。一番怖いのは何掘ってるやつだ。いや、怖くないはもうあれですよ。いろいろ見れるんで、もう全然慣れちゃったんで。かっこいいのが、きちんとして綺麗だとかっていうのはありますけど、これも刑務所で仲良くなった人も、元超有名な、甲子園条例校の OB の人ですけど、めっちゃ野球うまいですよ。まあ野球とかソフトボールとか知ってて見たんですけど、めちゃめちゃ肩いいんですよ。ソフトボールの話広げていい？いいっすよ。ソフトボールの話。